こんにちは。こんにちは。こんにちは。GB ガハスの今井です。赤木です。岡田です。本日のメガネの時間はですね、はい、ついに来ました。赤木さん。はい。イエローズプラス。はい。レオンセルロイド別注。ご紹介なんですけれども。まず、このレオン、別注実は初なの分かってます？レオンセルロイド初ですか？実は。そうなかったでしたっけ？グラント？そう。前別注したのいつかなって調べようと思ったら、やってない。そうなんですか？そうなんですよ。なんかちょっと意外な。はい。まずこのイエローズプラスのレオン、その前に、この先ほどから言ってるイエローズプラス、どんなブランドなのかっていうのを、ご存知の方もおられるかもしれませんけれども、ブランドの説明といえば、赤木さんよろしくお願いします。私が。はい。じゃあちょっと、ブランドの説明をさせていただきます。はい、お願いします。イエローズプラスというのは、2001年に、デザイナーの山岸俊明さんが立ち上げた、福井県の日本のアイウェアブランドなんですけど、今一つテーマとして掲げているのが、型の張らないクラシック。型の張らないクラシック。過去から受け継がれてきたクラシック、普遍的な美しいクラシックなデザインっていうのがベースになってるんですけど、そこにちょっと現代的な感性、感覚であったりとか、新しい技術なんかを取り込みながら、アップデートして次の時代に継承していこうという形でやってるブランドなんですけど、本当にその山岸さんってこだわりがすごく強い方で、そのデザインに関してももうミリ単位のラインであったりとか角度であったりとか、そういったところにこだわってやってるので、しっかりそういった部分を職人さんたちと綿密に打ち合わせをしながら、メガネを製作していて、そういった部分が非常に評価されていて、日本国内のみならず、海外でも非常に高い評価を得ている、ブランドなんですけど、そういう細かいところにすごくこだわってるんですけど、それが過度な装飾性のあるものということではなくて、本当にシンプルに美しいラインであったり、そういったシンプルに美しいものを作っているので、本当にかける人を引き立てるようなデザインになってますので、老若男女問わず、おすすめしたい、そんなブランド、イエローズプラス。イエローズプラス。さっきテイクワンの時に老若男女のところが感じたんで、今すごく気をつけて。そうなんですよ。気をつけていったんですけど、気をつけていったがゆえに余計難しい。余計にね。難しいですよね。難しい。そんなイエローズプラス。で、そんなイエローズプラスが出しているこのレオンというモデルなんですけれども、イエローズプラスってなんか割とどんどんアップデート、モデルのアップデートを繰り返していくことが多くて、なんかすごく例えば売れてるモデル、いいモデルがあっても、それの新しいモデルが出たら割と簡単にもう廃盤にしちゃうじゃないですか。それ廃盤になるんですかみたいな、たまにあるんですよね。今すごく売れてるんだけれどもみたいなあるじゃないですか。そんな中、レオン、あと前に別注のしたことあるグラントなんかはもうずっと長くやってるモデル、もうほとんど完成形と言っていいんじゃないかっていうようなデザインのモデルなんですけれども、そんなレオンのセルロイド別注なんですけど、先ほどから言ってるセルロイド、このセルロイドっていう素材っていうのはどんな素材なんでしょうか？セルロイドっていう素材自体は結構古くからあるんですね。19世紀に作られた素材で、天然素材の代替品、象牙ですとかね、そういう天然素材の代替品としてできた素材です。非常に滑らかで柔らかい光沢があるので、その当時すごい画期的だったんですけど、セルロイドの扱いって結構難しくて、製作とかしていく段階でちょっと可燃性があったりするんですよ。本当に燃えちゃうとか、そういうことがあったんで、50年代には欧米の方ではもう使われなくなってます。ただ日本ではその辺も管理ですとかね、その辺をしっかりとしたり、その製造においても職人さんたちがすごい気を使ってやってるんですね。で、なぜこれを扱いの難しい素材なんですけど、それをもうやってるかというと、セルロイドはもう独自のやっぱ美しさがあるんですよ。非常に硬い素材なので、磨けば磨くほど光沢が出てくる。で、
肌に当てた時の滑らかさですとかね、そういったいい素材なので、製作自体は難しいし管理も難しいんですけど、職人の技術としてもう脈々とこう受け継がれていて、で現在に至っているという感じですね。なるほど。今セルロイドが使われなくなったというふうに言ってましたけど、今のプラスチックの素材っていうのはどういった素材なんですか？今のメガネは基本的にアセテートをベースで作られています。アセテートといえば非常にいわゆるいい素材ではあるんですね。扱いもしやすいですし。ただセルロイドとアセテートはやっぱりちょっと明確に違うところ、やっぱり光沢ですね。それとその先もしたその硬さ、時間が経てばつほどセルロイドが硬くなっていくので、メガネってやっぱりフィッティングするじゃないですか。その時にセルロイドっていうのは硬化していくので、最初のこのお客さんの顔に合わせたらバランスを結構維持しやすいんですね。なのでこう長く愛用していただける素材、昔ながらの素材を絶やさない、日本のこの伝統的なものを大切にするっていうのがすごくこう出ている素材かな。イエロープラスともちょっと重なってる感じ。そうですね。なるほどなるほど。相性がいい。でそんなセルロイドなんですけれども、今期第2弾目ですよね。そうなんです。先月も。雄一富山に続いて第2弾という形ですね。なんですか、セルロイド好き。セルロイド好きな会社。セルロイド好きな会社っていうこともあるかもしれないですけど、何でしょうね、セルロイドってやっぱり先ね少し申し上げたように失われつつある素材というか、素材はあっても作り手が本当にいなくなってるんですね。ですから技術もどんどん失われつつありますし、そんな中でやはりこのイエローズプラスも、先月リリースした雄一富山も、職人さんたち、日本の技術に対してすごくリスペクトのあるブランドであるので、そことやっぱりマッチングさせたいっていうのがあるんですね。確かに合ってますよね。そうなんですよね。なのでちょっとセルロイドでちょっと続けてリリースという形で。そういうセルロイドの良さをこうふんだんに入れ込んだ別注。通常モデル、レギュラー品との違いっていうのは芯がないだけですか？これはですね、今回セルロイドの素材の魅力をしっかり感じていただきたいなということもあるので、このレオンというのは、レギュラーのモデルは6ミリ、6ミリ厚の生地を徐々にこう削り込んで作っていくっていう方法をとってるんです。この長板の部分ですね、ここが一番厚くて徐々に細くなっていく。で今回は8ミリですね、8ミリ厚のちょっと分厚いセルロイドを削り込んで作ってます。見た感じそんなにこうめちゃくちゃ分厚いっていう感じではないんですよ。でこれはやっぱり山岸さんの美意識っていうのもあるので、ボテッと作るというよりは8ミリの素材感は出しながらもやっぱりちょっとスマートにいきたいというので、だいぶこう内側に向かってこう細く削られている感じですね。パッと見はそこまでこの厚みを感じないというか、良さは残しつつ、あえて2ミリ分厚い生地で作ったっていう感じですか。でカラーは4色。カラー4色になってます。どういったカラー？カラーはまず王道のブラックです。このセルロイドのツヤ感を見ていただくためのブラック。そしてこちらですね、ダークオリーブ。今までのグラントとかでもなかったような色になってます。ダークオリーブ初採用の色ですね。でこちらですね、ダーククリアグレーと。この芯材がこうないっていうのが割と明確に感じていただける。過去に即完売したカラー。そうですね。一番人気のカラーですね。で、ちょっともう少しこの中でひねりある色としてレモンクォーツっていう少しこう薄いこうイエロー味のある、これちょっとクラシックなカラーの4色という形になります。僕結構レモンクォーツおすすめですね。なんかこの芯のない感じも一番見えますしっていう感じなんですけど、それぞれ今僕も言っちゃったんですけど、赤木さんどれが？そうですか。僕もレモンクォーツのこのクラシックな、いやもうそれは僕言ってるんで、早いですね。じゃあもう一個じゃあこのダークオリーブ。いいですよね。このちょっとさりげないグリーン、そんなにこうなんですか発色の強すぎない緑なんで、こう割と黒っぽくかけれて柔らかい雰囲気っていうのが出せるのかな。かけてみてください。かけてみていいですか？こんな感じです。なんかこうやっぱセルロイドってこう肌の当たりがこう滑らかというか、それはこれありますよね。これ僕結構好きです。これには今グレーのカラーが入ってるんですね。グレーカラー入ってますね。36%。そうですね。濃度 36% グレーが。僕はやっぱりレモンクォーツ。
これね、さっきも申し上げたようにこう、横の雰囲気がすごくいいですし、今単純にセルロイドとかアセテート関係なしに、こういうクリア系のフレームってもう市民権を得たというか、もうそうですね、スタンダードに少し前までやっぱりこう夏のイメージがあったんですけど、もう年中かけていただけるのかなというところが、僕はおすすめかな。これはグリーンの 35% の濃度が入ってますね。岡田さんは？そうですね、そうなってくると、僕はちょっと本当にもうど定番が好きっていうところもあるんですけど、でじゃあ黒かっていうことなんですけど、意外とこのグレー意外となんかちょっとっていうなんですけど、今もずっと黒そういう感じだったんですけど、やっぱりこのちょっとこうね、芯材がないっていうのを少し出したいなっていうのがあるんで、こちらですね。はい、こういう感じです。これもレモンクォーツと同じカラーのグリーンカラーが採用されています。レンズのカラーはフレームのカラーに合わせて山岸さんが選定してくれたんですけど、なるほどなるほど。グリーンカラーが入ってますね。いいですね。で黒だけがあれなんですよね。レンズカラーが。そうです。ブラウンの 30% でしたっけ？こちらそうですね。はい。一番薄いカラーが。でもやっぱり黒良くないですか？はい。そうなんですよね。結局多分一番人気は多分出るんじゃないかな。そうですね。一番人気は黒かなとは思うんですけど、今回これだけこういい要素というか、芯がなかったりですとか、生地扱えてたりとかするんで、レギュラーのレオン持ってらっしゃる方にもおすすめじゃないですか。そうですね。レオンって本当にこう普遍的なシルエットなんですよ。このウェリントン、クラシックにも極端に振りすぎてない、すごくこうシンプルで使いやすいものなので、本当にねレンズの濃度違いとかにしてもらってもいいですし、レオンお持ちの方でもおすすめはおすすめですね。もちろん普通に度付きで無色のレンズでいってもいいと思いますし、クリアカラーでも全然ありです。赤木さんが大好きな超高レンズでももちろん超高いいですね。超高すごい合うと思います。レオンのサイズ感本当にクリアでもカラーでもどっちもいけるんで、もう万能なメガネじゃないかなと。カラータッチでもいい。カラータッチですね。そんなレオンなんですけれども、こちら発売日はいつですか？発売日6月20日でございます。6月20日、デコラ GB ガファス、あと石オンラインサイトでも発売ということで、価格は税込み44,000円。44,000円。はい。今44,000円ってちょっとお値打ち感ありますね。そうですね。はい。いろいろ価格が上がっていく中でメーカーさんが努力してくれてできた価格帯になってます。本当長く一生使えるメガネじゃないでしょうか。一生使える気分にさせてくれるメガネだとは思いますよ。一応やばい。これはやばい。そんなレオンなんですけれども、店頭お越しいただける方はご来店いただいて、遠方でちょっと足運べないなっていう方はオンラインサイトなんかも活用していただいてチェックしてみていただいてはいかがでしょうか。ということで、オンラインショップで結構こうカタログ的に見れる部分もあるので、ちょっと参考に見ていただければいいかな。はい。こんな感じですか、本日は。大丈夫ですか？大丈夫ですね、これ。大丈夫です。老若男女。老若男女。問わずにおすすめしたい。おすすめできますので、ぜひチェックしてくださいということで。では、本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次回メガネの時間でお会いしましょう。さよなら。メガネの時間では東京、京都、大阪、神戸のアイウェアセレクトショップデコラと GB ガファスがメガネに関するさまざまな情報をお届けしています。チャンネル登録、高評価お願いいたします。